夢を叶えるっていうことよりもどっちらか引退とか自分の将来にこれから来るものになっていくんで、なんかそういうものっていうのはやっぱり考える必要っていうのは今はないなっていう風になって、とにかく今を一生懸命生きようっていう風な考え方に。ジ・イクエーション。皆さんこんにちは。プロサッカー選手の遠藤航です。今日は僕の目標を見失わない生き方の方程式を皆さんに紹介します。一つ目はサッカーです。小学生の頃よく父親とボールを蹴っていて、すごくサッカーが好きで、母親からサッカーやってみないかみたいなで、僕もサッカーやりたいと思ったので、始めたのがきっかけです。結構いろんなスポーツやりましたね。一時期は野球をすごくやってた時期もありましたし、父親は一時期なんか僕がサッカーではなくて野球をやるんじゃないかって思ってたぐらい野球にハマってたり、いろんなスポーツやってましたね。これが普段僕が使ってるサッカーのスパイクです。結構定期的に、3ヶ月に1回とか、早いタイミングではそれぐらいで変わったりはするので、僕は結構派手なカラーが好きだったりもしますし、毎回新しいカラーになるのを楽しみに待ってる感じです。3足ぐらいをローテーションして使いながらとか、何試合か使ったらまた新しくするみたいな感じで使ってます。履き心地、そんなにすごく軽いスパイクではないんですけど、僕は結構球際だったり、プレースタイル的にはすごく激しくプレーするタイプなんで、丈夫でというかある程度耐えれるようなスパイクを好んでいるので、それは一番気に入っているポイントです。2つ目は僕がサッカーの試合で使用しているテーピングです。なんかきっかけはちょっと手首を痛めてしまってテーピングを巻き始めたのがきっかけなんですけど、なんかそこから、なんかやっぱり僕も守備的ミッドフィルダーとしてファイターとして戦っていく上では、なんかテーピングを巻くのってファイターっぽく見えるんじゃないかなみたいなのも正直あって、なんかそこからつけるようにして、今では欠かせないアイテムになってるっていう感じですね。もちろんなんかテーピングを巻いた方が力が入るみたいな選手も何人かはいたりするんですけど、あとは右手だけとか片手だけにつける選手とかもいるんですけど、僕は単純に見た目というか強そうに見えるというかファイターっぽいっていう理由だけでつけてるって感じですねそれがもう、ないとなんかプレーしづらいというか、そういうアイテムになってるというか、気が引き締まって、これからサッカー、試合に行くぞみたいなね、そういった気持ちになるアイテムですね。3つ目、マウスピースです。だいぶ多いですね。すみません、うちの歯医者が東京オリンピック、これはもうなんか不具合があって本番前の練習試合のみしようもう俺でさえ覚えてないような、覚えてないこと、こんな感じで、上と下両方つけてて、これは実際にシュツットガルトでキャプテン時代に最終節残留ゴールを決めた時に着用してたマウスピースになってます。シュツットガルト時代のお世話になった歯医者さんが、そのマウスピース、スポーツ医学というかに興味をすごく持ってて、で僕に対してマウスピースつけてプレーしてみないかっていうのを言ってくれたのがきっかけです。マウスピースをつけることによって、15から 20% ぐらいのアスリートは何かしら変化を感じる、何か痛みがあった選手はなくなるとか、パフォーマンスの向上が見られるみたいなタイプの選手たちもいるみたいなんですけど、僕はあんまりそれを感じることなくただつけてみると、もちろん歯を守るっていう上ではすごく大事なアイテムですし、今となってはやはりファイター的な要素もありますしそういう意味で今は欠かせないアイテムになってます。2つ目はルールです。そこまで多くのルールがあるわけではないんですけど、1つだけ決めていることがあるとすれば、生活とサッカーを切り離さないというところです。サッカーというものは僕にとってはもう生活の一部だと思ってるんで、もちろんうまくいかないこともあればうまくいくこともあって、なんかそこの感情の起伏っていうのは一つの僕の中の人生の一部として結構頭の中には常にサッカーがあって、試合でうまくいった時、うまくいかなかった時も、なぜうまくいったのかとかうまくいかなかったのかみたいなことは結構自分が一人になる時に考えたりもしますし、家族が隣にいてもサッカーというものはなかなか自分の頭の中からは切り離せないかなと思います。今は少しね、子供4人育ててるっていうのもあって、サッカーを見る機会っていうのは少し減ってはいるんですけど、やっぱり自分が出てる試合は、振り返ったりとか、他のプレミアの試合見たりとかっていうのは今もやってるんで、やっぱり自分自身のことを客観的に見て、自分の今ある立ち位置っていうのが分かってないと、まずそれは一つすごく大事なのかなっていうのと、それがもう普通になってるというか自分の中で当たり前になってるんで、なんかあんまり
あえてメリハリをこうつける必要はないというか。3つ目は目標設定です。小学生の頃からサッカー選手になりたいっていう夢はざっくり思ってはいたんですけど、実際それが身近に感じれるようになったのは、高校で、湘南ベルマーレユースに入ってからかなと思いますね。普通の高校、部活ももちろん考えてはいたんですけど、クラブチームからオファーがあれば、それが一番サッカー選手になる上では一番の近道なのかなっていうふうには個人的には思ったので、オファーがあった時には迷いがなかったというか、結構すぐに行きますって返事をしましたね。なんか夢と目標って僕は違うと思ってるんで、夢っていうのはなんか本当に大きく自分がこうなりたい、将来こうなりたいみたいなところを夢として持って、で目標設定っていうのは今ある現状からちょっと自分でも達成できるようなところに目標設定を置くっていう、その繰り返しをすることによって結局その将来自分が持っている大きな夢にたどり着くみたいなイメージですね。短期半年なのか、3ヶ月なのか、ちょっと1年なのか、ワンシーズンなのかみたいなところは変わってきたりしますけど、そこの目標設定っていうのは本当に細かく常に変わりながらちょっとずつその階段を登っていく感じですね。あんまり背伸びしすぎてもしょうがないっていうふうに個人的には思ってて、ネガティブになってみると意外と今の自分の現状っていうものがポジティブに見えてくるみたいな、なんかそこはすごく最悪を想定することっていうのはなんかネガティブそうに見えてなんかポジティブになるためにすごく重要なことだったら、逆に自分に対してなんか自信を持てるようになったりするみたいな。でも湘南から浦和レッズに移籍したタイミングとかは一つ自分の中では大きな決断ではあったので、その時はもっとねこれからサッカー選手としてしっかり食べていけるようにしなきゃいけないみたいなのは思ったと思います。あとはあんまり他人と比べないというか、自分のペースで自分の目標設定をクリアしていくことが最終的にその夢を叶えるみたいなところにつながっていくと思うんで、他人がなんか優れてるだとか、サッカーだけではないと思いますけど、そこまで気にしすぎることなく、そうやってネガティブになってしまうことを、なんかネガティブに捉えないことがすごく大事な気はしてて、長い人生で考えたらその今のちょっとした経験、失敗とかそういうものっていうのは、すごく自分の将来にとってはすごくいい経験になるっていう、短期的なそういった目標設定をすることと、長期的なそういった夢を叶えるために何が必要なのかみたいなところをね、なんか両立させて持っていくことが、なんか大事な気がします。はい、最後はジ・イクエーションを完成させるのに不可欠な考え方です。僕が大事にしている考え方っていうのがあって、その最適解を探し続けるというか、なんか人生においてもそうですし、サッカーやるにおいてもやっぱり正解を見つけるのっていうのはなかなか難しくて、正解不正解で結構評価っていうのはしがちなんですけど、別に何が正解かっていうのは実際にやってみなきゃわからないですし、その時の最適解っていうものは何なのかっていうことをね、常に考えるっていうのは自分の人生においてはすごく大事だなと思ってます。なんか今はリバプールの選手としてプレーしてて、年齢も30超えてきて、少しずつベテランと言われるようになってきて、なんかそうなってくるとやっぱり将来を考えることがあまり自分のサッカー選手キャリアにとってはあんまり良くないなと思ったんですよね。結局見えるものっていうのはどっちか夢を叶えるっていうことよりもどっちか引退とかなんかそういったものがやっぱり自分の将来にこれから来るものになっていくんで、なんかそういうものっていうのはやっぱり考える必要っていうのは今はないなっていう風になって、今はとにかく今を一生懸命生きようっていう風な考え方にここ最近は落ち着いたみたいな感じですね。その、ノイズというか、そういう今のじゃあ SNS の、そういった仕組みとか、なんか生活の中でやっぱり人とは関わると思うんで、その中でなんかあの人こう言ってたなとか、今日はこういう経験したなとかっていうのが多分日常生活の中であって、それをまた自分の中で一人になって、その考え方ってどうなんだろうとか、そういったことをふとした時に、一人の時間で考える時間を作るっていうのは結構僕は好きだし、最適解を探すっていう意味では大事にしていることではありますね。なんかそうやって考えすぎてなんか夜寝れなくなったりもするんですけど、なんかそれも僕にとってはすごくポジティブというか、なんかいろんな自分の中で試行錯誤最適解を探したら、
とにかく一日を全力で生きよう、今を生きようって今はなったって感じですね。僕の考え方がこうイメージとしてはこうぐるっと一周回ってなんかこう今を生きるにたどり着いたみたいな感じなんですけど、それがもちろんアップデートされる可能性っていうのはありますし、今までもそうやってアップデートされていきながら、今はとにかく今を全力で生きようって思っているって感じです。はい、これが僕の目標を見失わない生き方の方程式です。いや、僕も面白かったですね。なんかこうそうやってこう言われてみると確かにそれが今の自分を作ってるなって感覚になったんで、すごくこう個人的にもまたこれで最適解をアップデートできるなっていう感覚になったんで、今回こうやっていろんな話をさせてもらったこと自体が僕にとってはすごく収穫というか、人生、サッカーなくしてはこれで生きていけないかなっていうのが、自分の中では一番で、もちろん今はね家族もいてサッカーが一番なのかって聞かれると少しね考えたりもしますけど、僕をサポートしてくれる方たちっていうのはやっぱりこう、増えてきて、そういった方たちのために本当にねプレーで恩返ししなきゃいけないとは思ってますし、感謝しかないですね。でまだ旅の途中といいますか、これからねまた僕だけではなくって、なんか僕が活躍することによって、他そうやってねサポートしてくれる皆さんの、人生もハッピーになっていけばいいのかなっていうのは思ってます。いつも応援ありがとうございます。僕は、今回言ったことが本当に僕の全てを作っていると言っても過言ではないと思うんで、ぜひ皆さんもね自分なりに最適解をぜひ見つけてみてほしいなと思いますし、これからのね僕の活躍を期待してもらって引き続き、応援してほしいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。